こんにちは、盆栽職人のとしです。またですか。またですし、この木は1年ぶりです。この木1年前に芽切りしたので動画上がってるんですよね。そうそう、芽切りしたので、ここから先この関野さんの木をどうやって手入れしていくかっていうのを皆さんにお伝えしたいと思いますっていうで、1年経ちました。早いな。はい、早いですよ。だから芽切りからの芽切りになっちゃった。そうですね。でこの状態です。前回の写真見てもらえば分かりますけど、多分前回よりも伸びてるね、はい、状態だと思います。柵が乗ったというのか伸びたというのか、芽もだいぶ芽というか枝もだいぶ増えたのかな、混んできてる。やっぱね元気ですね。元気。すごく。で芽切りの時期だからね。はい。またじゃあというわけで芽切りをまたしていきましょうって感じですね。関野さんの黒松芽切り 2.0 です。2.0 ですね。はい。まあでもやっぱりこう去年芽切りした時よりはだいぶ伸びてるね、時期的にも多分そうなんで。まあそうですね。伸びちゃってるからまた。ここら辺ね。いや、としさんもこのほらね、芽切りって言っても一つじゃないんだぞっていうところをこう。まあ本当はこういう状態にしないっていうのが。そうですね。そもそも。まあでもみんななるじゃないですか。まあそうですね。思ったよりビューンだから今年はめっちゃ伸びちゃった。そういうのをなんか伝えてもらえたらな。じゃあやっていきましょうか。はい。まずはこう木の状態がどうなってるかを言ってもらえれば。すごく元気なんですよ。で元気すぎてこういう風にビンって伸びちゃってるのがあるんですよね。普通の芽切りだとですね、ここが新芽ですね。この今年の芽で、この周りのが去年の葉。ここを切るこれ一般的な芽切りですね。ただもうこういうちょっと強い芽、伸びすぎちゃう。本来ここで切るのをちょっともうちょい内側というか下側というか、これ中芽切りっていうんですけど。中芽とかになるともっとこことかではない。この葉が残ってるこの間ですね。で切る。でこれ中芽切りって基本的には畑の木なんですよ。畑の木はねもう根がバーって伸びてるからできるんですけど、これだと可能性としてこれめちゃくちゃ元気だから芽出てくるとは思うんですけど、最悪、これがダメだった時もうこっちに切り戻せるんで、ここで切ってもいいんですけど、そこで切ってもいい。ここで切ってこっちに立て替えてもいいんですけど、他に芽があるならってことね。そうですね。なんで忘れてなければこれはですね、芽が出てきた時に分かります。忘れてなければですよ。絶対忘れです。電話しますから。1年後。松本さん中芽切りしたとこから芽出てますけどどうしますか。もういいんじゃないとか言いそう。みんな分かってるでしょ。みんな分かってるからもういいっしょ。そうっすか、分かりましたみたいな。そんな感じでですね、もう強いとこは全部中芽。もう大体ここら辺かな、この3本ぐらい。やっぱこう上の強いところ。上の強いところはね、他のところは普通に芽切りして、なんか中芽っていうのもあんまりなんですか、盆栽業界ではあんまメジャーな言葉じゃないっていうのを聞いたことありますね。なんていうのじゃ。普通の芽切り、中芽って何みたいな。新芽切りと中芽切りを分けてないってことね。そう。畑の木だともっとざっくりいくもんね。畑の木だったらね、もうなんですかね。そうですね。もっとざっくりいきますね。ざっくりいっても芽出てくるんで。だからあんまり僕らもそんな鉢植えの木に対してはあんまりやらないんですけど、ほんとでっかいやつでもうあまりにもこうガンって伸びてるやつとか、そういうのはもう中芽でパツンと切ったりはします。鉢物でも。でもそもそもこういうふうにこうビヨーンってこう、伸ばさないように管理して手入れするってことなの。そうですね。だからこの子は基本的にあれよね、去年の芽切りから何もされてないってことだよね。そういうことです。ハスカシとかされてない。本当はハスカシをして春にね、このフルバコントロールして、フルバという、ここの葉っぱね全体の芽の伸びを均一にするっていうのをした方がいいんですよね。でこうしないと結局強いところはもう強いまま、
どんどん持っていっちゃうんで。伸びちゃうね。でも大きくなったね、木がね。だからちょっとなんとかしてね、コンパクトにしないといけない。そうよね、やっぱ結局コンパクトにする技術だもんね。そうですね。かっこいいじゃないですかこの木、ね。ここからコンパクトにするにはどうするんですか？いやもちろん針金で水質作業はしますけど、その刃自体の大きさとか、伸びした枝とか、本当に長いやつはこういうとこでこう、僕ら刃刈りってこうやって言うんですけど、短く髪の毛切るみたいにね。そうですね。一本一本ですね。こういう風なやり方はしないですね。バリカン狩りみたいな感じはしないですけど、一本一本こういう風にやることはありますけど、もうあとはだから2番目ですよね。この後のね。この後の。だからこの中目したところはやっぱりこれとこれ比べてみたら分かると思うんですか。全然もう葉の量が違うじゃないですか。でもう中で切ってるから、目の出が遅いとかね、そんなにビンって伸びないとかね、そういうふうにはなるはずなんですよ。だからこそ中目するんですけど、刃が多ければ多いほどやっぱりエネルギーは持ってきやすいんで、そういったところでこの目切りのでコントロールするっていう一つの方法ですね、中目切りっていうのが。これ1本するのにどれぐらいかかるんですか？目切りするのに。目切りするのにもう30分あればもう30分。はい、ちょちょの種類で。この時期はもう一生それをやってるってことね。そう大体そうですね、6月、頭、この辺だともう黒松生産地だからめちゃくちゃ多いじゃないですか。めちゃくちゃ多い人は本当5月頭ぐらいからもうバツバツやる人がいるらしいですけど、うちの場合はもう割と教科書通りっちゃ教科書通りですけど、でも暑いかな。もう5月で30度とかだったじゃないですか。ここに来て初めてじゃないかな、そんな暑いの。暑かったら伸びないんだ。やっぱ結局夏場一旦休眠期に入る。休眠って言っても完全休眠じゃなくて多少は吸い上げはしてるんですけど、やっぱ根の動きがちょっと弱まるというか休眠するんで、休眠したらもう芽が伸びないじゃないですか。で逆算でじゃあ今ぐらいに切っとけばちょうどいい2番目がちょうどいい長さになるだろうっていうことでだいたいこの時期にやるんですけど、だからそれがもしかしたら今年はもう暑くなるのが早すぎて休眠が早くてすごい短い葉っていう可能性もある。じゃあこれ切ったとこからも出ない可能性もあるわけ。出ない可能性もある。中面にしたところから、だからこそ出たら電話しようかなと思って松さんに。これ針金もう取んないともうちょっと食い込み始めてるから、僕ちょっと夜、今日じゃないですけど、ちょっと取っときますわ。これ仕上げなきゃいけないからね、年が。はい。だから相関ですよね。ダブルヘッドだよね。ダブルヘッドですね。で角度も変えなくちゃいけないし。相関でダブルヘッドだったらこいつの名前は総流だね。もういいじゃないですか。総流なんか遊戯王で言いませんでしたっけ、そういうツインドラゴンだな。ツインドラゴン名前遊戯王にしますか。関野さんはびっくりやで。本当ですよ。天国から俺が頑張って作ったお前木を遊戯王って遊戯王かっこいいな。なんか初めて手にした時よりはだいぶかっこいいかも。なぜだろう。なんですかね。最初から見た時かっけえ木だなと思ったんですよ。僕もそもそもね、こっちに来て値上がりが好きになってきたんですよ。僕個人的にも値上がり買っちゃったし。そうなの？国風で買ってね、だからずっと考えてましたもん。どうやって作ろうかな。そんなに考え込むほどの木じゃないんですけど、なんか楽しくなっちゃって、それぐらいなんか好きで売店のとこに置いてずっと見てた。もうでも関野さんの木とかも置いてないのか。もうね、もう出そうよこの木。今年仕事したとして、2番目が出て、仕事してすぐは多分出せないですよね。まだちょっと枝が粗いから。あと単純に僕の技術的な問題ね。そんなこんなんやってたらもう7割ぐらい終わってますよ。早いね。
これ去年やったじゃないですか、目切り。春から葉すぐりして、葉すぐりして去年の葉をコントロールして、普通に目切りして目かきしてっていう黒松の手入れ全部やって違いがどうだったかみたいなやったらちょっと参考になったかな。思い出話いや皆さんが見てる人がねもう去年は目切りしかやってないじゃないですか、これ。できないんだ今からは。で、まず葉すぐりをしてないですよね。葉すぐりは葉すかしとは違う？一緒？これがちょっとまた違う。なんかでもこっちの方はこっちの方とねちょっとごちゃごちゃになってるんですけど、多分フルバトリをハスカシっていう人がいるかな、春にハスカシっていう人いるかな。どっちだ分かんなくなっちゃった。いやこのコントロールするそのなんかこうハスグリってこっちで聞かねえな。5本出てるのをなんかこう間抜いて3本にするとか。そうです。それはこれをハスカシってみんな言ってるのかな。そうじゃん、もうそうかと思ってた。スカスからね、こうやってね、その枝の強さ、芽の強さによって変える葉っぱの数を変えていくみたいな。それはハスカシじゃない。でもフルバトリのこともハスカシって言ってたような気がするんです。ハスグリは？だからハスグリがフルバトリになるのかな、僕の中では。僕の中でこっちとねなんかごっちゃごちゃになっちゃったから。今じゃあ春先にハスグリって言ったじゃん。はい。それはだからそれがフルバトリのこと？いやこのスカス。フルバトリのスカスのスカフルバトリもスカすことになってるんですけどね。いやフルバトリはフルバを取るじゃん。その葉の芽の調整はてか数の調整はしないよ。ハスグリがだからフルバトリ分かんなくなっちゃいましたね。だからこっちの いわゆるこの僕は目切りってずっと言ってるんですけど、こっちの人は目摘みって言うんですよ。目摘みってなんか五葉松とか臓器とかのイメージが僕はそっちで言ってたんですよ。手で摘むからってイメージが。そんな感じですね。簡単にピンセットでピンって取れるような。でも目摘みって言うんですよ、この作業。だから目摘みするかって言って目摘み臓器とかっていろいろ考えたり最初はねなってたんですけど、それはでもここら辺ではそうだから、もしかしたら他のね違う防災園でもそうやって言ってるかもしれない。ハスグリとかハスカシとかがいろいろ教科書的にはどうなの？教科書的にはフルバトリをして、ハスグリはしないってこと？ハスカシ加瀬くん加瀬くんも多分分かんないと思う。フルバトリとハスグリと目切りとハスカシの違いを教えてください。フルバトリは、目切りの後に2番目が出揃うじゃないですか、基本に。で、それで去年の葉がいらなくなりますよね。それフルバトリ。ハスカシは年度が変わるというか、なるでしょう。松だったら6月から7月目切りが始まるでしょう。その前に、葉の量を調整する。5本の3本にしたりとか。よくなんか七五三みたいな例えしますよね。頭が少なく、下枝多くみたいな。目切りは目切り。要はハスグリとハスカシの違い。それあれじゃないの、目切りと目摘みの言い方の違い。そうだね、言い方だけなのね。だからやっぱ人によって違うんですよ、多分。じゃあハスグリハスグリって言ったりハスカシって言って。ハスカシって言ったり。フルバトリもハスカシって言ったらハスカシだからハスカシっていう人もいる。だからそこら辺は多分人によってもごっちゃになってる。これとっさなりの答えあるやつ別にないので、俺は今ごっちゃになっちゃった。ずんだもんなのだ。四国メタンですわ。春日別。悪いけど今回つむぎちゃんの出番はないよ。あーしの出番はないの。そういうことだから。ちょっと待って。そんなこんなで、もういろんなことでぐっちゃぐちゃになってる二人だけど、これらの工程を単4法と呼ばれる管理方法で説明した方がわかりやすいかな。ここで視聴者に単4法って何なのかを説明するわね。
単葉法って目切りのこと、葉を短くするだけの作業じゃないの。単葉法とは黒松の葉を短くし、樹形を整えるための重要な管理方法のことを言うのよ。というのも単葉法の歴史はそこまで古くはなく、昭和12年頃に愛知県の盆栽園、大樹園で発見されたそうよ。なるほど。ここでは1年間を通して順に説明するわね。まず初夏、6月下旬から7月上旬頃に行うのが目切りよ。今年伸びた新芽を切ることで、夏以降に新しい芽を吹かせ、葉の長さや枝の数を整えていくのよ。次に目切りから数週間後、新しい芽が動き始めたら、芽かきを行うわ。一箇所から複数の芽が出た場合は、将来の枝の向きを考えながら不要な芽を取り除き、必要な芽だけを残す。ここまでが初夏から夏頃にかけて行う工程ってことね。次に秋になり、新しい芽が充実してきたら、フルバ取りを行うわ。前年の古い葉を取り除くことで、風通しや日当たりが良くなり、病害虫の予防にもつながるのよ。ちなみに動画内でトシが言ってた葉すぐりとフルバ取りは厳密に言えば違う工程だけど、内容はそこまで変わらないため一緒と思ってもらってもいいわ。最後に、葉すかしについて、葉が混み合っている部分を間引き、木全体へ均等に光と風が届くように調整することで、木の内側まで日が入ることで、懐芽も育ちやすくなるわ。とまあ、大雑把な流れはこんなものかな。なるほど。わからん。ちなみに目摘みに関してだけど目切りと混同されやすいため、ここでは目切りと同様に思っていただければいいわ。正確には新芽を整える目的としてやる工程が目摘み、新芽を切って2番目を吹かす目的としてやるのが目切りね。もっと細かいこと言えばキリがないからひとまずこのあたりで、テトシとカセが言ってました。対応についてのクレームなどはそのあたりに言うのだ。うわぁ、最低だな。ということですね。うん。これはもうあれですわ。教科書通りで覚えておいた方がいい。まず。うん。まあ、それは僕らもですよ。まとめると、まとめると春からいきますよ。葉すかしがあって、芽切りして、芽かきして、フルバトリ、のルーティン。ルーティン。でこれに新しい言葉をそれはこうやっても言いますみたいな感じになっちゃうと、何が何だっけみたいになっちゃう。じゃあこの後やるのは2番目が出てきて芽かきをする。芽かき。あんまここら辺やんないけどね。多すぎてできないよね。黒松だったら。で今ふわっと思ったんですけど、加瀬君って動画初めてじゃない？そんなことはないよ。ライブ配信だけじゃなくて。あ、ガブの時出てる。1年前のこの動画のやつ。そうだっけ？出てる。これ出た？加瀬君用のテロップ見た覚えあるもん。あ、本当。はい。てか普通に出てるよね。だって御用の根回しの動画だって、根回しで鉢上げだって出てるし。そう出てるよ。そんな自己紹介みたいにしたっけ？自己紹介はしてない。映ってたとかそういうレベルでしょ？でもスーパーは入ってるよ。自己紹介して。自己紹介はしてないけど。自己紹介はお前もしてなくないか。いや僕は多分最初にしてますよ。一番最初の。したっけ？うん。加瀬君もちゃんと弟子って言って入ってるの。なんかこう自己紹介しとく？こうなんかキャ工事の弟子の加瀬です。よろしくお願いします。お願いします。いい？うん。いや確認しただけ。いやちゃんとは出てなくないって思った。ちゃんと加瀬ですって出てない。ショートとかでやったから。そうだ、ショートとかでも出てるもんね、普通に。あ、ショートでなんか一緒に撮ったな。いっぱい撮ってるよ。行く前とか春フェスの時ね。いっぱい映ってるよだから。ライブ配信だけじゃない。いやそのまあいいか。自己紹介のこだわるな。いや違う映ってるのじゃなくて、ちゃんと？出演してるっていう感じ。出演はしてないですよね。この動画で。出てると思う。出演だとほらなんかかわいそうじゃないですか。映り込んだぐらいだとちょっとかわいそうじゃないですか。なんかちゃんと出演っていうスタイルと取らせてあげた方がなんか親切かなと思う。加瀬君はまだね、ツインで次撮ればいいじゃない。ツインで撮ればいいじゃない。なんか動画を。ツインでね。終わりましたよ。終わりました。はい。早いですね。30分ぐらい。パッパッパとね。ということでちょっと針金はあるんでちょっともう取ります。本当にこれちょっとかわいそうだな。なので取って、2番目が出揃って今年の、秋から冬にかけて仕事してなんか出したいですね。芽かきどれぐらいですか？今日が6月15ですけど。だからもう本当出始めの頃にピンセットでピンピンって取るから来月頭ぐらいですかね。7月頭ぐらいに調整して。
でちょっと伸びた状態で切る人もいますけどね。だからそれを去年ボスに言ったら、いやもう出始めの時にやっとって言われた。じゃあ見といてください。次こそはちゃんとやりましょう。はい、やりましょう。はいはい。もう次のこの動画が、まあ、目描きは確定として、また目切りってならないそうね。だから目描きをした後は、もう次はもう静止ですか。そうですね。歯が伸びてるよね。静止作業。がっつりはしない。いやがっつりしたいですよ。がっつりするね。なんかどっかでね出せたらいいよね。かっこいいみたいな。かっこいいんだよな。裏もかっこいいんだ。そう、裏もかっこいいね。広めできる時があったりする。そうですね。今のところこっちが表なんですよね。今のところはね。そう。こっちもかっこいいですけどね。ね。頭がね前寄ってるからそっちが前かなって気もするけど、後ろもかっこいいよね。まあ角度も変えつつちょっとね。ちょっと後ろ見せて。後ろ見せますか。とうとう見せますか。とうとう見せます。そうですね。どうですか、カスさん。いやもうこういう手をね、もう作って未来に残したいですね。ああ、第二の席の正しを目指す。そんなわけではない。まあでもまあ憧れるよね、やっぱね。やっぱストーリーがあるじゃないですか。こうやってやっぱ受け継がれてきたっていう。でまたこうやってね、いろんな職人の手を持ってやるわけですから。いいね。邪魔になっちゃう。まあ角度も変えるんでね。まあこれ今ここ伸びてるからこっちの方が背高く見えるんだけど、これなかったらちょっとほぼ一緒ぐらいな。だから角度つけるし、あとどんだけコンパクトに切りますね。はい。頑張りましょう。はい。一緒にみんなで作り上げていきましょう。ということで、この木に関しては次回は、松さんの都合が合えば目摘みということで目描きということで、はい、最後までもごちゃごちゃいろんな単語が飛び目描きでね目描きでねやりましょう。お会いしましょう。はい。ということで、またちょっと違う動画も出てくるんでね、はい、楽しみにしていただいて、はい、今回は以上になります。ありがとうございました。バイバイ。